今回は私たちの限界について解説したいと思います。私たちは自分自身でこれでもう限界だと思ったとしても、実際には本当の限界に対して 40% 程度のところまでしか実は力を発揮できていないという、こうしたフィジカルの肉体的な限界、そしてそれを決めている、自覚している精神的なメンタル的な限界、これらについてそれらをどう考えればその限界ギリギリまでパフォーマンスを発揮することができるのか、体とメンタルのこの関係性についても解説したいと思います。限界の 40% 程度であるといったことがどういったメカニズムでそうなっているのかというのも解説をしておきたいと思います。まずエピソードとしまして、この 40% というのは正確な数字ではありません。研究として実際に実験させたところ 40% 付近というのが一番データとして多かったので、大雑把に 40% というふうにしてますが、これは当然人によって違います。トップアスリートだとかネイビーシールズのような特殊な訓練を受けた軍人とかであれば、ギリギリ限界のパフォーマンスというものを自覚的にもちゃんと理解できるとは思いますが、これは一般の人としましてのエピソードで、懸垂をどこまでできるかと聞かれた、そういった話をしたエピソードがあります。で、この話のエピソードをした男性というのは、自分の懸垂は8回程度だというので実際に懸垂を やりました。で、8回でやはり力が尽きて、もうこれ以上はできないと言って諦めたんですけれども、そこにトレーナーがやってきて、で、君の限界はもっともっとできるはずなので、休みながらでもいいので続けなさいと言って、で、私はこの場を離れませんと言って、そのトレーナーは君は100回できると言ったわけです。で、本人は100回もできるわけないと思っていましたが、トレーナーが100回やるまでその場を離れないといったせいもあって、やむなく休みながらも何とかして何度も取り組むことにしました。で、8回やって、その次は4回、その次は1回、だんだんと回数が減ってきて、疲労がたたったことによって一度でやれるその回数というものはどんどんと減っていくわけですけれども、それでも休憩を挟みながら何とかして取り組み続けると100回までいけたわけですね。で、これは休憩をしたことによって体力が回復したということもあり得るんですけれども、本人はもうこれ以上は無理だと思っていたところをもっとやれというふうに迫られたことによって、その肉体がこれが限界だと感じているものというものは、実際にやってみたら強制力を働かせると意外にできるもんだといったことを示したエピソードになります。で、私たちは自覚的に自分たちの肉体、筋力やあとは認知ですねのパフォーマンスというものをかなり低く見積もるように設定されています。これは疲れ、疲労だとか、あとは限界だと感じるようなメンタリティというものは、それは太古の昔、私たちが自然界で生活をしていた際に自分の体を酷使するとより早くエネルギーが消費されてしまいます。多くのカロリーを消費してしまうわけですね。これは自然界ではいつ食べ物が手に入るかわからないので、できる限りカロリーは温存しておいた方がいいわけですね。なるべく無駄遣いをしないようにして、そして無駄な動き、無駄な作業というものはなるべくしないようにして、そしてその温存しておいたカロリーをちびちびと使っていく。そして獲物を取らないといけないとか、急な際に逃げないといけないとか、戦わないといけないといった本当の緊急事態においてのみ、そうしたエネルギーを一時的に瞬発的に使うように進化しました。なので私たちの実はこの体のメカニズムは、大半は体がいかに怠けるかどうかというところに多くの仕組みというものが備わっています。なので私たちはできる限りカロリーを使わずに、できる限りそのエネルギーを温存するような体に進化しているわけですね。しかし今私たちが生きているこの現代社会では、カロリーはたくさん手に入りますし、そしてその得たカロリーを私たちの体はまだそこまで進化していないので、そのエネルギーをなるべく使わないようにちびちびと消費していくわけですから、そうなるとカロリーが溜まっていくわけですね。これが現代人を取り巻く肥満といったような飽食の時代に私たちの体が適応できていない結果になります。で、これほどまでにこの自然界を見渡して肥満が問題になるような時代というものはありませんでした。ですので私たちの限界を私たちは低く見積もることによって簡単にブレーキをかける、そしてなるべく動かないように、なるべく無駄な作業はしないようにというふうに進化したわけですね。なので私たちの脳や私たちの体というのは怠け者になるように実は設計されていて、それによって私たちは生き延びてきたわけです。チンパンジーやゴリラと違って人間というものは太りやすいという性質を持っている。これによって私たちは
なるべくエネルギーを使わないように節約することによってむしろ太れるようになりました。なので私たち人間は他の霊長類に比べても非常に太りやすいんですね。で、太りやすいことによって飢餓の時代も生き延びられるようになった。ということは私たちは生来的には実は怠け者として進化することによって生存戦略を生き抜いてきたわけです。ということは私たちは他の生き物よりも疲れやすく、そして限界だと感じるラインが低いという特徴があります。ですので私たちは自分がもうこれ以上ダメだと、無理だ、疲れていると思ったとしても、実はそれは脳があなた自身にもうこれ以上動くなといったようなブレーキをかなり低いところでかけていて、実際にはまだまだ本当はやれて多くのエネルギーを使うこともできるにもかかわらず、そこに慣れてしまうことによってすぐに自分の限界だとか自分の疲労ですね、疲れというものを感じることによって自分自身の動きを止めてしまうといったことが起こります。トップアスリートだとか特殊な訓練を受けた軍人だとかであれば、トレーニングの中でもすでにその経験をさせられます。私も野球を長らくやってきましたので、中学校とかでも限界を超えてもうこれ以上走れませんとか、これ以上練習できませんとなっても、先輩が怖かったり顧問の先生がもっとやれと言われたりすると、それでもやらなきゃいけないというそういう環境が作られてしまいますので、有無を言わさず私たちはそれの中で練習をし続けるしかありません。トレーニングをし続けないといけないとなると、意外に体は動くんだなとか、限界だと思っていてもそれでもまだ走れるんだなということを、そういった経験を通じて理解していきます。ですのでトップアスリートであれば、その限界だと思う感覚というものにも慣れてくるので、普通の人であればもう無理だと思うライン何度も経験していると、いやこれは全然まだまだ無理じゃないというふうに脳が自分自身をブレーキですよとかけてくる感覚にも慣れてくるとなると、これは限界じゃないというふうにして自分自身の本当の限界というものがだんだんと分かってくるわけですね。そうなるとそこまで続けられる、継続できるということになります。自分が好きなことだけをすれば夢中になって、そして能力が開花して、そして成功するんだといったような昨今のいわゆる引き寄せの法則的なものが実は見逃している欠点です。私たちは好きなものであれば確かに興味を持って継続はし続けられます。しかし限界を突破するという際には好きなだけでは限界突破できません。その手前で疲労だとかこれ以上ダメだという限界のリミットの通知というものが脳からやってきますので、好きだというだけでそこでやめてしまうんですね。なのでそれを超えようと思ったらそれを超えなければならないというプレッシャーだとかストレスが必要になります。ですので引き寄せの法則で言うような好きだから継続できる、そしてなりたい自分になるんだということを思い浮かべればなれますと言っているのは、一面では確かに好きなものの方が継続する率が高いですし、継続し続けられるというそのスタンスが長期的には効くんですけれども、しかしそれでもその伸び方、その自分自身が好きだから取り組んでいるというそのスキルの向上の仕方というのはそんなに大して高くないわけです。これが賛否あると思いますけれども、日本の高校野球とかで過酷なトレーニング、過酷な練習をし続けた強豪校の方が弱小高校よりも強くなるのは、そこが実はポイントで、もうこれ以上ダメだと、もうやりたくない、走りたくない、もうこれ以上バット振りたくない、限界だと思っていても大丈夫だ、お前の限界はまだ先だと、トレーニングを継続しろと、練習を継続しろと言われてさらにやろうとすると、それでも体は動くと、そうなるとなんだ俺まだ動くじゃないか、まだいけるじゃないかということに気づき、そして精神的にもそれ慣れてくるので、すると自分の限界というものを超えるということ、こうした経験を体感的に分かってくるわけですね。すると実は限界ではなかったんだということに気づくわけです。なので限界はまず一つ目は、自分自身が決めた限界というものはかなり低く設定されていると、ここにまず気づけるかどうかですね。なのでこれは日常的に筋トレをしたり、トップパフォーマンスとしてそうしたものを日常的に取り組まれてきた、そういった経験のある人であれば、まず一つ目の自覚として理解できると思います。自分が体感している限界というものはかなり低いところに設定がされていると。そしてそれを超えた後ですねは、また次の限界の体感というものが出てきますが、1度目を超えてしまえば2度目3度目のラインというものはもう体感的に経験的に分かってきてますので、もうこれ以上無理だと思うところのラインというものを何度も経験していくと、本当の限界というものがだんだんこの辺なんだなというのが分かってきますので、そうなってくるとそこでやめて、そして疲労がたまりすぎないように休養したり栄養補給をしたり睡眠をしたりということをしていきながら、自分自身の体力的なものを回復させてさらに強くしていく、そしてそれはメンタル的な部分もそうですけれども回復させていくということをするわけ
けですね。なので今回のこのエピソードで私がお伝えしたかったのは、引き寄せの法則のように好きなものをイメージして、そして自分がなりたい自分というものをイメージすれば、すなわち自動的にそうなっていきます。なぜならあなたの能力がその好きなものに対して興味を持ち続けて、そして必要な情報をあなたが取ってくるからですといったようなこの理屈はとても魅力的ですけれども、これだけでは皆さんの持っているポテンシャルを最大化することにはならないということ、これを今回お伝えしたかったポイントになります。辛いとかこれ以上継続できないとかもう限界だとなった時にでも、それを上回るように仕向けてくるような強いストレス、これが実は必要になってきます。これが時にトレーニングコーチだったり、ビジネスの世界であれば先輩のメンターだったりとか、同僚との競争だったりとか、そうした外的なストレスがあることによってその限界を超えなくてはならない、超えざるを得ないというシチュエーション、これらを経験できるかどうか、体感できるかどうかによって、好きなことを継続してやっていくその中にも大きな壁や超えなければならない障害は必ず出てきます。で、出てこないとしてもそれは出てこないだけであって自ら設定するべきです。そうなれば本当に持っているポテンシャル、本当に持っているパフォーマンスというものをその一瞬の瞬発力で飛び越えられるような、そうした強さというものも身につけられるようになり、それを発揮できるようになります。なのでもともと飛び越えられるような力を持っていてもブレーキがかかっているせいで飛び上がれない、その高さで自分で止めてしまうということが今の皆さんでも起こっているという、そういった現象ですので、本当はもっと高く飛べるであれば高く飛ぶためにリミッターを外すと、それは自分自身がもうこれ以上無理だと、それは脳が作り出しているリミッターとしての感覚ですね。これが皆さんが感じる疲れだとか限界だといったような感覚ですね。これがまず脳の中で作られて、なるべく休ませよう、動かさないようにしようというふうにブレーキをかけますので、まずこれを超えること。そして長期的にはやはり好きなことだとか興味があることでなければ継続し続ける、それを追い求めるということができませんので、なので好きなことさえしていればなんとかなるではなくて、好きなことを追い求めて、そしてそこで高いパフォーマンスを出すのであれば、つい怠けてしまう、つい高い壁から逃げてしまう、自ら望んで高い壁を設定しようというそうした気分になれない場合には、外的な力として他者との競争だったりプレッシャーを与えてくれるコーチだったり、そういった導きをしてくれるメンターだったり、こういった存在がいれば皆さんはより高いパフォーマンスを出せるようになるという、そういった仕組みになります。で、この外的なストレスというものを自分自身で作り出せるというのが最もいいやり方かと思いますが、なかなか初めは難しいんですけれども、しかし全く可能性がないわけではありません。外的なメンターだとかトレーニングコーチだとかが言っていることに関しても、いわゆる最近ではそれが体罰と言われてしまうような本当に嫌なことをされてしまう、そういった恐れもありますよね。さすがに昔のように有無も言わさず鉄拳制裁みたいなことはないとは思いますけれども、それでも本当にこのコーチに言われてそれでもやらなきゃいけないっていうストレスを感じられるかどうかっていうのは、その人との人間関係にも多少の影響を受けますので、できれば自分自身で自己を律するという意味でも、自分自身の限界を超えるための自分というものをもう一人持ってた方がいいわけですよね。これが使えるのがメタ認知というやつで、この最近の私のエピソードのシリーズの中でもメタ認知を聞かせることによって自分自身の限界というものを客観視した時に、この今感じている限界や疲れというものはこれ脳が作り出したイリュージョンなんだと、これは限界だというそういった映画を見せられているだけで、実際の限界はまだまだ先にあるというふうにメタ認知を発動して、そのように考えられる、捉えられることができれば、そうなればそれを超えるためにこの疲れというものも、こんなものは気のせいだというふうにして乗り越えられれば、今までの限界よりもその一歩先二歩先に到達できる可能性が高まるんじゃないかなと思います。自分が限界だと思っているところからその1回2回、ここにようやく本当のトレーニングというものがあるということで、限界だと思ってそこでやめてしまったら実は全然限界ではないと。なので肉体は大きくならないし、そしてその限界を超えるようなパフォーマンスは一生出せないと。なので厳しいことを言うようなボディビルダーであれば、もうこれ以上上がらないと思ってからがトレーニングだよというふうに、そのような例えを出す人もいましたが、まさしく私たちは自分たちで限界というものを決めてしまっていますので、その限界をいかに超えられるか、それも自分の意思で超えるか、
ここにメタ認知を使うということになります。で、この疲れという自覚症状、疲れというものもある種の感覚ですので、この感覚が出てくるとどうしてもこれ以上その行動をやり続けられない。当然これは脳が発する強力なブレーキですから、このブレーキに対抗するのにも認知リソースを食うわけです。これはブレーキを踏みながらアクセルを踏むのと一緒で、かなりの脳への負荷がかかるわけですね。脳はもうやめろというふうにブレーキを踏んでいる。実はこのブレーキを踏むのにも実は認知的な負荷がかかるわけです。さらにそれはまやかしだと、そんなものは気のせいだと言って、そのブレーキを踏んでいこうとするその脳からの圧力に対して脳自身がそれに対してアクセルとして、いやまだ踏むんだと、まだこの行動を継続するんだというふうに押し返すということは、脳の中でブレーキとアクセル同時に踏み込むということになりますので、相当な認知リソースを食うわけですね。ですのでここは十分なエネルギーが必要になりますので、それだけ潤沢なエネルギーというものを体に入れておく必要があります。ここで現代の食事というものは特に簡単な食事が取れる時代になってきていることもあってか、糖質中心の食生活というものが問題になります。糖質というのはその摂取する量に対するエネルギーになる割合というものが低いんですね。全然エネルギーとしての質は悪いわけです。でそれを日常的に食べていると全然エネルギーが足りないので、そうした脳の認知的なリソースを使おうと思った時に本当の意味のエネルギーが足りないということになってしまいます。ですので食事は脂質をなるべく中心として、そしてタンパク質を豊富にとっておく、こういったことを継続的に日常的にしておくことによって本当のエネルギーというのは体にあると、そしてそのエネルギーが使える状態になっている、そうした豊富なエネルギーがある状態を作る、これがまずスタートで、それがあるからこそ体が動く、脳が動く、そして先ほどのブレーキをかけようとした、それに対してさらにアクセルで踏み返すといったことをする、限界を超えようとする、その意志力というものをそのエネルギーがあることによってできるわけですね。でなので現代人の摂取カロリーというものがだいたい今だと2000から2500ぐらいが摂取カロリーの目安推奨になってますけれども、現代人は実際にはそれよりももうちょっと低いわけですね。1800ぐらいしか取っていないと。そうなると慢性的に実はエネルギーが足りてないわけです。しかしそれで餓死する人はいないですよね。なんでこれでも生きていけるかと言いますと、それだけ日常的にずっとブレーキをかけ続けているわけです。なので皆さんは実は自分たちが持っている認知的な脳のポテンシャルも体のポテンシャルもずっとブレーキをかけたまま節約でやって体が生きているわけです。まず食べましょう。そしてエネルギーを体にたくさん入れましょう。そしてそれをエネルギーをいつでも使える状態にするために糖質を減らしましょう。それによってエネルギーとなる純度の高い、そして質の高いエネルギーというものをいつでも使える状態というものをまず体が適応していくようになる。そうなると脳の認知的なリソースも肉体的なリソースもある程度無理をしても大丈夫だというふうに体がだんだんと慣れてきますので、そうなると脳も限界というものをあまり低くで抑えようとしなくなってきます。それだけ潤沢なエネルギーがあるというふうに体の状態が脳がだんだんとモニタリングして分かってくると、するとその限界値を少しだけ引き上げるようになってきます。それでもそのエネルギーを取ったというだけではそのラインは少し引き上がるだけで、今までできなかったことを急激にできるほどまでに引き上げたりはしませんので、まずは初めはエネルギーをちゃんと取ること、そしてその後にその限界がやってくるという際のその限界の感覚、疲労の感覚、その錯覚として生まれている脳のブレーキ、これをアクセルで踏み返すといったことを継続してやってみてください。この際に姿勢が少し使えるポイントとなりますが、肩甲骨をぐっと寄せて、そしてこの肩甲骨と肩甲骨の間の背骨をぐっと張ってみると、そうなるとその背中の筋肉というものが一時的に緊張します。でそこに意識を向けて、かつその背中よりもさらに奥、さらに後ろ側、体の外側に意識を向けて集中して、そして世界を見る、認識する。これは前々回や前回でも言いましたけれども、三つ編みが垂れていて、その三つ編みの先に皆さんがこの世界を見ている投影機があって、そこから映し出されたその映像というものを私たちが日常的に見ているといった比喩を使いましたけれども、その映像を見ているんだという感覚、このメタ認知を働かせるという感覚が生まれれば、皆さんが今味わっている、そして疲れだとか限界だと思っているこの感覚も脳が生み出したもので、実は現実ではない、本当の現実そのものを感じ取っているわけではなくて、脳がそのように見せているある種のスクリーンの投影されたストーリーであるというふうに見抜くことができれば、十分にメタ認知が効いていますので、そのメタ認知を効かせた状態でこのまま疲れに身を
任せて休んでしまうとか、ここで行動を緩めてしまうとかやめてしまうではなくて、ここで継続することによって自分の限界や能力のさらにその先というものを発揮できるというふうに考えれば、その感覚に負けるわけではなく、その感覚が出てきたとしてもまだまだその先にあるんだというふうにして行動することができると。そうなるとだんだんとその感覚自体も慣れてきますので、これは全然限界ではないというふうに分かってくると思います。なのでそういった経験体験を何度もしていけば、皆さんのメンタルもそして体も強くなってきますし、自分自身の限界というものは非常に低いところに設定されているんだなというのも分かると思います。これはある種の強制的なメンタルトレーニングの第一歩と言えると思いますが、そういった意味では好きなことだけして生きていきましょうとか、望めば夢が叶うんだといったようなそういった成功法則的なものが実はあまり役に立たないのはこういう点にあります。嫌なことから逃げる、嫌なことというのは疲れだとか、あるいは外敵からのストレス、こういったものから逃げるというのは自分の限界を超えるチャンスを失っているわけですから、なので好きなことをして生きていくけれども好きなことだけで生きていくわけではないと、こうした捉え直しというものが必要になります。とはいえ私を含め多くの人は24時間365日好きなことだけをして生きられる人というのはいないと思います。なので好きなことだけをして生きているんだというふうな長い文脈としてのストーリーを生きているという感覚は大事にした方がいいですけれども、時には嫌なこともその生活の中に組み込んで自分の限界を超えるんだと、外的なストレスを迎え入れることによってそれを利用して自分自身を強くするんだと、自分の限界を超えさせるためのツールとして使うんだといったことを、嫌なことをそのようにして使うという使い道をマスターできれば、いいことも悪いことも自分の成長に使えると、自分のパフォーマンスを最大化するために利用できるというふうにメタ認知を働かした状態で世界を捉えることができれば、皆さんの本当の長いスパンで見た時のパフォーマンスの向上や手に入れたい成功というものがぐっと近づくんではないかなと思います。今回は 40% ルールといって、自分で限界だと思っている場合は実際の限界の 40% 程度のところなんですよといったことをお話ししましたけれども、限界というものを自覚する、限界というものを感じさせることによってなるべく休ませよう、なるべく無理をさせないようにしよう、そしてエネルギーを温存させようといったような生存戦略上のメカニズムというものがありますので、これらを頭で理解していれば自分の限界というものを突破する際にもあまり恐れずに突破できるんではないかなと思いますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもたくさん書籍出していますので、どれか気に入ったものがあれば買って読んでいただければと思います。昨今は体罰はダメだと思いますが、限界を超える、特に大谷翔平君のような高度なパフォーマンスを出すには当然自分を追い込む必要があります。限界を超える必要があります。そこに対して好きなことだけをやればいいんだという引き寄せの法則的なものがあまりにもこの現代社会を取り巻いているせいによって本当の意味で自分の限界を超えようとすることから遠ざかってしまう、ここに少し私は問題意識がありますので、今回はそのような少し厳しい視点というものもより皆さんの人生を豊かにする意味で使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。では今日もお疲れ様でした。